やっちゃった。ほんとバカ、ほんとバカ。僕としたことが。はい、皆さんこんにちは。車の大自然カカカシロピーです。今回はこちら、前回使ったおはじきのコートディープ、車のボディ用のコーティング剤ですね。こちらを使ってみようかなと思います。お値段は 200ml で3990円。この間使ったコート G が 100ml で3300円ぐらいだったので、そう考えると倍入って600円差なので、こっちの方がねだいぶお買い得なのかなと思います。特徴としては対薬品性能、アルカリだったり酸性のクリーナーとかそういうの使っても問題ありませんと、耐久性が上がっていますみたいな、そんな感じですね。僕もね実際に使ってみないと何とも言えないところがあるので、実際に使ってみたいなと思います。ちなみにこちらはね、前回まとめの方でもご紹介したんですが、釣り仲間のね素人戦車翔くんからお借りしたものです。ありがとうございます。早速ね実際に車の方に行って使ってみたいなと思います。それじゃあ早速外へレッツゴー。はい、そしたらこの車で試していこうと思います。この車はついこの間コート G ですね。でこうした車で、現状ボンネットはこんな感じで撥水しております。真ん中だけ未施工といった感じですね。これを今から落としていきます。せっかくなので優しい下地を使って落としていきますか。はい、そしたらやっていきます。付属のクロスが今洗濯中なので、マイクロファイバーアプリケーター、これながら洗車のやつですね。これを使って施工していきます。このアプリケーターねすごい使いやすい。優しい下地使ってる時に思ってたんだよね、これ良さそうだなと。慣れてくれば施工範囲は広げても大丈夫だと思います。慣れてくればね。単が気になったら切り上げ、こういった感じですね。でまだアプリケーターに液剤残ってるので、それを使っていきます。このアプリケーター結構均一に力かけやすいからいいですよ。やっぱどうしてもね、この間タオルを折ってこういう感じで使うといいですよっていう話をしたんですが、やっぱね一点にね圧がかかりやすい。どうしてもね、まだこの持ち方の方がいいんだけど、やっぱアプリケーターに比べて圧が集中しやすいので、僕もね動画見返した時にボンネットが歪んでるような感じがあるなって思ったので、力あれでもね入りすぎなんだろうね。結構意外にね自分の目じゃ分かんないっていうか、そんな力入れてないように見えてても今ももう結構力入ってるかもしれない。もしかしたら後から見返した時には結構力入れてやってたんだなって僕も思いました。自分の中ではねそんな力入れてないつもりだったんだけど、このアプリケーターだったら硬さも結構いいので、力入れずにね動かしやすいっていうのかな、変な力が入っちゃわないっていうのかな、結構使いやすいです。おすすめですね。けどやっぱリアクリーンに比べると、しっかりはできても作業効率が悪いって言い方はおかしいけどちょっと大変。これ車全体やろうと思うと、ながら洗車のディープとかもそうだけど、車全体ってなるとね大変なんだよね。どんどこ綺麗になっていきます。これ毎回付け足さなくても大丈夫です。まだ液残ってるのでそれで結構十分ですね。今コーティングのね境目があったんですが、それがなくなったので落ちてんじゃないのかなと思ってます。でやっぱちょっと乾きが今この間に比べて遅いんですよ。だから引き上げた時にまだちょっと半乾きよりちょっとウエットな感じがあるので、引き上げが引っかかるなっていうこともありますけど、まあ問題ないでしょう。いい感じでごわす。そしたら一回洗います。落ちてそうですね。だいぶのぺっとした感じになりましたね。一回濡れ拭き入れます。やってしまったかも。うわやってしまった。違うタオルを使ってしまった。間違った。また撥水してしまったよ。何をしてるんだ本当に。やっちゃった。本当バカ、本当バカ。僕としたことが。はい、そしたら再度リセットをしました。こんな感じでいいでしょう。真ん中の境目があったんですがもうなくなって全体的に均一な形にはなっております。そしたらここもドライとウェット両方いきますか。
はい、そしたら準備ができたので使っていこうと思います。こちらがコートディープ、使い方は裏面に書かれています。洗車後ボディが濡れた状態でも乾いた状態でも施工可能ですと。使い方としては水で濡らし固く絞ったクロスにスプレーして洗車後綺麗なボディを拭き上げてください。その後乾いたクロスで仕上げ拭きをしてください。ボディに水が残っていても残ってなくても問題ありませんよということですね。そしたら実際に施工していきます。まずは湿式ですね。ボディ面が濡れた状態での施工。濡らして固く絞ったクロス、ここにコートディープ。あ、ちょっと待って、スプレーボトルが壊れた。待って、出ないんだけど、硬い。ダメだ。ダメだ、マジで。翔くんこれ壊れてるぞ。出るようにはなりました。で、なんかこのねオープンの向きがなんか変な感じになっちゃって、これ今横向きじゃないと出ない。4回ぐらいプッシュして塗り伸ばしていきます。まだ水が残っているので具を使いながら、こんな感じでいいのかな。もうワンプッシュして今ちょっと塗り伸ばします。ツヤみたいなのは出てますね。なんかムラっぽくなっていて、あんま滑る感じはないです。で、仕上げ拭き、乾いたクロス。重いわちょっと。けどムラは取れますね。取れるけど滑りみたいのはあんまなさそう。拭いててもタオルがちょっと持ってかれるぐらい重いですね。そしたら一旦湿式施工は終了で反対側いきます。反対は乾式施工。タオルをもう一回絞って、さっきのね水がちょっと含まれていたので固く絞りました。使い方はもうほんとボディ面に水が残ってるかどうかの違いなだけなので、このままいっちゃいます。1、2、使いすぎました。絶対にまんべんなく塗り広げます。ちょっとムラになっているのでこれを慣らすような感じで、さらに重いっていうか滑らない、食いつく感じ。手が持ってかれるもん。タオルが置いてかれて手だけが変更しちゃう。力入っちゃうね。こんな感じですかね。ムラをなくすような形で拭き上げました。そしたらツヤを一旦見てみますか。果たしてわかるのでしょうか。施工感はコート G の方が楽でしたね。こっちの方が重いで、今ボンネット1枚だから別に問題ないんですが、これを車全体やるってなるとさらにしんどくなってくるかなとは思います。どうでしょう。剥がしてる時点でもうツヤ感は出てるなっていうのはなんとなく分かりましたけど、すごい大げさに出てる感じでもないね。映像じゃ分かりづらいかも。この辺ちょっとムラになってるので鳴らします。鳴らすとさらに分かりづらくなりますね。この境目がねくっきり出やすいんです。こんな感じです。滑りを見たいのでマスキングテープヘルプミー。こうした時にもう境目がねだいぶ分かりづらい。もうセンターラインでいきますか。滑らないですね。これぐらい横にずらして、滑らない。ちょっと滑る。コート G に比べたらやっぱ滑りは悪いですね。こっちも滑り悪いけど若干湿式よりかはって感じ。転がしてみますね。コート G の場合はこの境目に行った瞬間にこう手前に落ちてくる感じがありましたが、やっぱどうしても滑りがあんま良くないからか比較的まっすぐ行きますね。触った感じも未施工の箇所と違いわからないです。それぐらいのレベルですね。そしたら1日置いて明日水はじき見ていきたいなと思います。はい、そしたら施工から2日ほど経過しました。今日雨が降っているのと、さっき鳥糞がついていてそれ洗い流したので、もうボンネットの上には水滴がもう乗っかっている状態です。パッと見でもう結構弾いております。両方とも結構バチバチな感じですね。そしたら早速水をかけていきます。まずは遠目から。こんな感じです。結構弾いてます。かなりバチバチだね。すごいわ。両方ともすごいですね。乾式でも湿式でも。湿式の方ね、水の量がちょっと少なかったのかどうなのかっていうところがあるんですが、
そんな差はないといった感じですね。現状一つ注目してもらいたいのは鳥糞がついたところですね。乾式施工したところなんですが、分かりますかね。もう洗い流しちゃったんですが、ここにポトッと多分鳥糞がついて、雨が降ってたので水気でこう流れてったんですよね。ここの区間コーティングが落ちております。鳥の糞は酸だったり、あと酵素系でコーティングを腐食させたり、なんなら塗装も腐食させることがあるので、ここだけ綺麗に浸水状態になってるんですよ。すごいよね。恐るべしって感じ。しかもなんかここの周りだけ水滴がやけに残る。なんで飛び散った分もなのかな。鳥糞の影響がないところは比較的水が残りにくいんですよ。けどこの周りね、コーティングがちょっと落ちてる感じがありますね。湿式の方は鳥糞とかがついていないので、真ん中ニセコ全体的に綺麗に施工できています。でちなみにツヤなんですが、ニセコに比べてはツヤは出てます。でこれ映像じゃね分かんないレベルだと思います。この範囲にマスキングテープ貼ってあったなっていうのは分かりますけど、どっちの方がツヤが出てるかって言われると湿式も乾式もそんな変わんないかなと。けどフォート G の方がツヤが出てそうな感じはしております。ここ今もう一回濡らしたんですが、鳥糞のところですね、拭いた時に水が残る感じと虹色っぽく油っぽくなってるんですよ。この辺も水垢っぽいなんかなってるね。これ何二郎かなんか食ったんかね。すごい油っぽいですよ。一回空拭き濡らしたタオルで拭いたらどうなるのか試してみようか。型絞りしたクロスで鳥糞のところちょっと拭いていきます。今こう見るとちょっと分かんないよね。出ましたね。消えたぞ。これで撥水してたらいいね。ちょっと水かけてみます。はい、水はじきが弱まりましたけど鳥糞の跡はなくなったね。このプレスラインまでの水拭きをしっかりめにやって、で水はじきの変化ちょっと軽く見てみましょうか。これあくまでも実験です。やっぱ弱まってますね。こっち側は結構弾いてます。この違い、もしかしたら鳥糞が影響していた可能性もなきにしもあらずなので、乾いたマイクロファイバークロスでこの辺を拭いてみようと思います。僕は普段ね大判で拭いちゃうんですが、こういうので拭く人もいなくはないと思うので、こんなもんで水かけてみます。そんな影響なさそう。ちょっと落ちたのかな。今日鳥糞のところほど影響はないですね。力加減の可能性が大いにありますので、型絞りのしっかりめの吹き上げっていうかこすりぐらい。こうするとさすがに取れてそうだな。取れてるね。明らかに水はじきが変わりました。鳥糞の影響ではなさそうですね。タオルでこするとコーティング剤は落ちてしまうということですね。そしたら右側は普通に洗車しますか。はい、そしたらこっち側ですね。まだ弾いてます。これを中性のカーシャンプーで洗っていきます。弾いております。
ちょっと弱まった気がしなくもないけど、例えば今結構撫でるように洗っていったんですが、これをゴシゴシするとコーティングに何か影響があるのか見てみます。こういうの他のコーティング剤でもやりたいね。洗い流します。ちょっと弱まったね。けどまだ弾いてますね。やっぱりカーシャンプーが間に挟まる分落ちにくいんだろうね。カーシャンプーを含まない濡れたタオル、こっちの方がやっぱ圧がかかりやすいのでコーティングを落としやすいのかな。もうなんか落ちてってる感じするもん。このタオルでこする作業っていうのかな、これで耐久性を見るっていうのはどうでしょう。これで落ちる落ちないとかで見ていけたら面白そうな気もするけど。さらに弱まりましたね。なのでタオルでこすってしまうとコーティング剤は落ちやすいので、カーシャンプーを使って撫でるように洗ってあげるのが一番ベストなのかなといった感じです。はい、といった感じで動画の方以上になります。で、今回はこちらおはじきのコートディープというコーティング剤を使ってみました。この間コート G というコーティング剤を使ったんですが、それとの違いで言うと、ざっくり言うとね、高耐久がコートディープ。パパッと施工できて、撥水だったりツヤを得るにはコート G みたいな感じなのかな。そこら辺はちょっともう少しお互い比較していきたいなとは思っております。コートディープの方、使ってみた感覚で言うと、コート G より滑らない。ツヤもちょっと落ち着いてる。けど結構バチバチの撥水っていう感じかな。今回鳥粉がついていて、それの検証でね、タオルで拭いちゃったんですが、タオルでゴリゴリ拭いちゃうと落ちちゃいますよといった感じですね。そこら辺はね、他の商品全て同じような形でタオルで拭いたりとかしてきてないので何とも言えないんですが、今後耐久性比較するのにタオルで拭いてみるみたいな方法は一つありなのかなとは思っております。で、あとはコートディープとコート G は2つ並べて比較したいなとは思っています。この動画にコート G も一緒に入れちゃおうかなとは思ったんですよ、比較としてね。けど例えば3ヶ月後の撥水はこんな感じですってその時撮れたやつを他の動画の中に入れ込んだことがあって、そうすると後から見直す時にどの動画だっけなって僕自身なってたんですよ。探せないっていうのかな。見る方も比較は比較でちゃんと動画があった方が見やすいのかなということで今回は入れ込まなかったです。なので比較動画は比較動画で別で撮ろうと思っております。使ってみたもう本当に感想としては結構バチバチ撥水するなと、けどグリップが強いな、ちょっとあんま滑らないな、ツヤは落ち着いてるなっていう、だから本当撥水だけに特化した商品な感じがして、それはそれで面白いなと思いました。とりあえず今回はこんな感じで動画の方以上になります。この動画が面白いなと思った方はぜひチャンネル登録と高評価お願いします。それではまた来週。